皆さんこんにちは。元気にしてますでしょうか。ロンドンはだんだん日が長くなってきてすごく嬉しいです。今週はですね、学校がリーディングウィークっていうのでお休みでして、いろいろちょっとここぞとばかりに詰め込んじゃったんですけども、いろいろ詰め込んだ日々と、もちろんポワーンとした日常と織り交ぜて、この1週間に起きたことをお届けしたいと思います。始まります。まずはですね、月曜日はチャイナタウンに行きました。グループワーク一緒にやってる子の一人が中国の子で、その子と一緒に旧正月の飾りを見に来ました。旧正月には爆竹が鳴るんですけども、それはこのモンスターを追い払うためになっているそうです。旧正月の飾りなんですけども、福って書いてありますけども、この来るっていうのが逆さ、中国語でなので、福が来るという意味を込めて福を、この飾りを上下逆さにして飾るそうです。私も欲しいなと思ってたんですけども、大きいのでこれちっちゃいのないのって言ったら、小さかったら小さい服しか来ないから大きいの買わなきゃダメだよって言ってて、あ、そっかと思ってました。こんな風に仕入れいっぱいのお店たちです。ランタンもすごく可愛くて、今年は辰年ですけども、唯一江戸の中で空想の生き物なのでいい年になるよって言ってました。パンダです。日本の鏡餅は中国では鯉の形をしていました。夜は別の人と合流して、実はロンドンで初めてフィッシュ&チップスを食べました。ちょっと量が多かったですけども、すごい美味しかったです。こんにちは。今日はですね、ムーラン・ルージュっていうミュージカルを見に行きます。ずっとお友達から衣装とかがすごくキラキラしてて可愛いから、香り好きだよ見に行きなって言ってくれてたんですけども、いつかと思って結構経ってようやく見に行こうと思います。だんだん会場に近づいてきて着きました。外はこんな感じです。実を言うとですね、歌もお話もあんまり好みじゃなかったんですけども、この演目が始まるまでのお客さんのワクワクを高めるような演出が本当に素晴らしくて、像もいたり、ちゃんとアイコニックな風車もあります。パリのリアルなムーラン・ルージュも行ったことあるんですけども、この前の方に舞台の中みたいなところに人が座ってるの分かりますかね。こういうふうに人と舞台が一体になってたり、今ちょっと踊ってましたけども、踊ってたり、このバーテンダーさんが出てきたり、開演する前からこんな風にいろんな人が踊ったりしてくれて、舞台と私たち観客が一緒になっていくようなワクワクを高めてくれるような演出が多くて楽しかったです。紙吹雪でいっぱいになってました。水曜日は劇場続きになってしまいますけども、ハリー・ポッターと呪いの子っていう劇を見に来ました。ハリー・ポッターの子供のうち真ん中の子アルバスを中心としてホグワーツで繰り広げられる冒険の話です。昼の2時から休憩を得て、その後また第2幕があるので、合計5時間くらいかなの長い劇になります。なので1幕目と2幕目の間が2時間くらいの休みがあるので、私たちは近くのディシュームっていうブリティッシュ中東フュージョンみたいなカレーとビリヤニを食べてました。すごい美味しくて、お腹をいっぱいにしてからすっかり夜の姿になっています。私はハリー・ポッターとドンピシャの年代で育ってきたんですけども、早く次の巻が読みたいから英語分かったらいいのになって思ってる小学生時代から、字幕もなくこうやって劇が見れるようになって、なんかそれも感慨深かったです。本当に魔法なんじゃないかっていう演出もあって楽しかったです。この日はバービカンに行きました。バービカンに初めてオーケストラを聴きに来ました。この上のこの橋を登りたいんですけど、その入り口が毎回見つからなくって迷子になっています。来るたびに迷ってるんですよね。でもなんとか見つけて、ちょっと嬉しそうな安心した顔をしています。これがバービカンの全貌です。今回私たち見るのは BBC シンフォニーオーケストラになります。
私たちみたいに何か見に来てる人もいれば Wi-Fi も通じるので勉強しに来てたり、待ち合わせの場としておしゃべりしに来たり、そういう使い方されてるバービカンが私はすごく好きですね。お酒を飲んで、そしてそのお酒は会場の中にも持っていけます。アイスも食べれます。音は立ててはいけませんけども、そういうリラックスした存在の劇場っていうのもいいなって思います。今オーケストラ見終わって帰るとこなんですけど、ちょっとあまりに良かったので今ちょっと違う駅で降りて歩いています。すっごい良かったです。いろんな音があって、なんかバレエとかオペラ見てる時は衣装とかセットとかもすごい見て覚えなきゃみたいなマインドが働くんですけども、音楽はそれがないから 100% あの音だけを楽しむっていう空間だったんですけど、すごい深い森にも連れてってくれるし、すごい勇敢な気持ちにもさせてくれるし、かと思ったらすごい怖いような、なんかうっそうとしたところみたいな音もあって、いろんな場所に連れてってくれる、自然の逆らえないものに包まれていくような、いい意味で恐ろしさがありました。すっごい良かったです。絶対また聞きに行きたい。ですっごい良かったし、あっという間に終わっちゃったし、ロンドン来てよかったと思ったし、日本でももちろん聞けるけども、なんかもう一周回って生まれてよかったと思いましたね。本当によかった。しかもなんかわかんないけど、今会えてよかったなとも思いました。チャイコフスキーのバレエとかを見たことがありましたけど、なんか軽やかな楽しいイメージがあったけど、その彼が亡くなるちょっと前に書かれたもので、なんて言ったらいいんだろう、もうとにかく良かったです。もう本当に気持ちいい。心で寝れます。もうなんかすごい眠りたくもないです。よかった。金曜日はイタリアからジュエリーデザイナーの人が来ていて、打ち合わせがあったので彼女のいるホテルで打ち合わせをしました。なんか会う前にちょっと書いてますね。帰り道にすごい雨が降るよっていう方だったので、久しぶりに傘を持ってきました。そして暇だったらいつも通りジムに行きます。やっぱり体が違うので、大きさがマシーンとかは足が届かなかったりします。夜も本当に綺麗ですね。土曜日はサウスロンドンまで来まして、美味しいベーカリーに行きました。ちょうど2周年の日だったそうで、すごく、いつも並んでるんですけども、今日も並んでいました。どれも美味しそうなパンです。デリも売っていて、調味料なんかチリ油とかもありました。そしてトートバッグも可愛いです。私たちは外に座って街や人を眺めながら食べてました。そしたら外がちょっと寒かったので、移動して別のカフェであったかい紅茶を飲み直して、私は顔も温めていました。そしたらちょっとまたテクテク歩いてペッカムっていうところに来ました。ここで雑貨見たりふらふら見ながら DIY マーケットというところに来ました。陶器だったりプリントだったり、いろんなものが売ってます。イギリスのイラストってこんなのが流行ってるなってぼんやりはあったんですけども、こんなに集まると結構ちゃんと見れてよかったです。そして最後は新しくできたベーグル屋さんでもっちもちのすごい美味しいベーグルを食べました。絶対また行きます。日曜日はね、別に何にも特筆することがないんですけども、いつも通り洗濯したり掃除して、またジムに来て、今日はちょっと違うスーパーに来て、たくさんトマトの種類がありますね。日曜なんであんまり品物ちょっとなかったですけども、ヘルシーな寿司だったり、じゃがいもいっぱい種類ありますね。ありがとうございました。いい天気ですね。また。